人々が行き交う地下鉄の駅前でその手を天に掲げ声高に何かを叫ぶ女性。彼女がもう片方の手で抱えているものは一体何だと思いますか？ 2016年2月29日、ロシア・モスクワ、朝10時頃、地下鉄オクチャブリスコイポーレ駅の出入り口前にイスラム教信仰者の黒い衣装を身にまとった女性の姿がありました。大勢の人で賑わうその場所で敷物を広げ、ひざまずいて祈りを捧げていたその女性。場違いな行動を取り始めた彼女に多くの通行人が好奇の目を向けていたのです。すいません、少しお話をお伺いしたく、身分証のご提示をお願いできますか？明らかに異様な振る舞いのその女性を前に警察はすぐに声をかけました。すると女性は足元のバッグを手繰り寄せ、その中を探り始めます。しかし女性が取り出したのは身分証ではなく、幼い子供の生首だったのです。私はこの子を殺した。今ここで自爆する。多くの人が行き交う街中で子供の生首を掲げる女。熱い信頼から子供を預けられていたその女が抱えていた闇とは。献身的だった彼女の人となりはトラウマの再燃によって消え去っていたんです。何回目の登場？ケンケンコ。まあそんなことはどうでもいいんだけどさ、はい最近さ話題になってるシャクティマットって知ってる？あんた。シャクティマット、なんか臭そうなマットだ。なんでシャクティマットが臭そうなの？マットレスが草ティーってこと？どういうこと？お茶とかがいっぱいこぼれてるね。TT がいっシャクティーだから。ぱいお茶がこぼれて染み込んでるマットのこと。そういう連想する人もいるの。全然お茶は関係ないんだけど、マットは関係あるの？関係してるとしたらヒンドゥー教のシャクティパッドとかって聞いたことない？シャクティパッド、俺パットマンしか知らない。話にならないわね。インドで初めて女性用生理用品を広めた男の話。でもシャクティっていうとなんかそういうヒンドゥー教界隈の言葉なのかもしれないけど、まさにそういうなんかヨガの修行者みたいな人が使う、まあ寝床みたいなのをから発想を得た安眠マットなの。安眠マットね。でめちゃくちゃ安眠できて、副交感神経優位のリラックス状態に導いてくれるマットがあって、どういうマットかっていうと、何千本の尖った針がびっしり埋まってるマットで、その上に寝るの。寝たの？まだなんか。今回はロシア・モスクワで起きた殺人事件をご紹介します。事件の日、警察は街中で祈りを捧げていた女性に職務質問をするんですが、その女性はバッグの中に恐ろしいものを隠し持っていたんです。何？銃か何かってこと？それもね、十分恐ろしいんですけど、今回はね、怖さの種類が違うんです。普通の感覚ならね、見たくもないようなものなんです。また現場付近ではほぼ同時刻に火災も発生していたんですが、実はその火災も祈りを捧げていたその女性と関係のあるものだったんです。異国の女性。2016年2月29日、ロシア・モスクワ、朝9時30分、ナルドノゴ・アポルチニア通り29番地のアパート前では人々が不安げに上階を見つめていました。彼らが見つめるアパート5階の一室からは激しい炎と黒煙が。通勤や通学で人が行き交うその時間に突如として火災が発生したのです。その後消防隊が駆けつけ、すぐに消火活動が始まりますが、あまりの炎の勢いにその部屋はほぼ全焼。そしてそれは火が消し止められてしばらくした頃、これはなんてひどいことを。鎮火後の火災現場で消防隊が目にしたもの、それは小さな子供の首のない遺体でした。一方、遺体が発見されたのとほぼ時を同じくして、アパートから少し離れた場所にある地下鉄オクチャブリスコイポーレ駅前には一人の女性の姿が。大勢の人で賑わう駅の出入り口で、その女性はイスラム教信者の黒い衣装をまとい祈りを捧げていました。すみません、少しお話よろしいでしょうか？身分証をご提示いただきたい。警察にそう声をかけられると、女性は足元に置かれていたいびつに膨らんだバッグを手繰り寄せます。実は彼女は火災現場から遺体で見つかった少女のお世話係をしていた女性なのですが、時は3年ほど遡り、2013年初頭、モスクワのアパートで暮らしていたある一家のもとへ一人の女性が訪れました。本日からお世話になります、グルチェフラ・ボボクロワです。精一杯頑張らせていただきます。グルチェフラ・ボボクロワと名乗ったその女性はウズベキスタンから出稼ぎに来ている女性。彼女はこの一家の1歳の娘アナスタシア・メシェリャコワちゃんのナニーとして住み込みで働くことになったのです。ナニーというのは欧米諸国やロシアでは一般的な子供の世話係のこと。
ベビーシッターが一時的に子供を預かるのに対し、ナニーは数年単位で契約されることが多く、しつけなど教育面でのサポートも行います。グルチェフラがお世話することになったアナスタシアちゃんは生まれつき障害を抱えている子供かつ、両親は共働きで育児が手に負えず、信頼して任せられるナニーを探していたのです。ナニーっていうのは要するにベビーシッターさんよりもより踏み込んだね、お仕事をする人ってことよね。障害を持った子をお世話するってよりね大変なことが多くなっちゃう気はするけどね。その大変な状況の中でね、真面目に勤め上げたグルチェフラはアナスタシアちゃんの両親から絶大なる信頼を得る。アナスタシアちゃんの障害は出産時のトラブルによるもの。彼女は難産で、本来は帝王切開が必要な状況でしたが、医師の誤診により自然分娩で出産を迎えることに。結果、自然分娩はうまくいかず、吸引器を使った出産へ移行。約14時間もの間吸引され続けたアナスタシアちゃんは中枢神経に深刻なダメージを残しました。その後遺症から転換や発達地帯のほか運動障害を抱え、この先自力で歩くこともできないとされていたのです。両親は給料の多くをアナスタシアちゃんの医療費に費やし、中国まで通って専門的な治療を受けさせていたほか、ドイツでの手術も計画していました。そうやって娘のために多忙を極める両親に代わり、住み込みでアナスタシアちゃんを任されたのがグルチェフラだったのです。グルチェフラは別の家でもナニーを務めた経験があり、優秀な人物だという推薦状を受けてアナスタシアちゃんの元へやってきました。そしてその評判は確かなものに思えたのです。あなたにお願いして本当によかった。よく世話してくれて、娘もとっても懐いてるみたい。私たちのことは家族だと思ってくれていいからね。すぐに働きぶりを認められたグルチェフラ。彼女はアナスタシアちゃんが4歳になるまでの3年間、何事もなくお世話を務め上げ、両親から完全に信頼されていたのです。最初の場面から考えてさ、アナスタシアちゃんを殺しちゃったのはグルチェフラってことでしょ、なんでそんな信頼を得るぐらいまで仲良くなってたのにそんなことしちゃってんのよ。実はグルチェフラがね、抱えていた問題は、雇われていた時には表面化していなかっただけなんです。彼女はいつ爆発するかわからない時限爆弾のような人物だったんです。心に救う闇。3年間特に問題なくアナスタシアちゃんのお世話を務め、家族からも信頼されていたグルチェフラ。しかし2015年の末頃、彼女は様子を一変させました。あなた最近いつも遅くまでネットで誰かと話してるでしょ。仕事に支障が出ないか心配だわ。アナスタシアちゃんの母エカテリーナさんは、グルチェフラがこのところネットに入り浸っていること、そして祈りの時間が明らかに増えたことが気になっていました。また彼女はロシアと戦争真っ只中のシリアに行きたいとしきりに口にするように、急に泣き出したり、懸命に励んでいた仕事にも乗り気ではない様子を覗かせたり、その表変ぶりにアナスタシアちゃんの両親は心配で仕方なかったのです。あなた少し疲れてるかもしれないわ。もしだったら別のナニーを雇ってもいいの。ちょっと考えてくれないかしら。アナスタシアちゃんの両親はそう言ってグルチェフラに伺いを立てますが、彼女は断固として仕事を続けようとしました。しかしネットへの没頭ぶりや祈りの時間に多くを割く振る舞いは依然として変わらず、両親は不信感を募らせていたのです。急に仕事以外のことに労力をね費やすようになっちゃって、アナスタシアちゃんはいや目が離せない状況なのに、ネットに夢中だっていうのはちょっと心配よ、これ。気になるのはね、わざわざ戦争真っ只中中のね、シリアなんてところにね、行きたいって言い出したことなんですよ。実はこの心境の変化には大きなきっかけがあったんです。グルチェフラの様子がおかしくなったきっかけは、2015年の末に彼女がパスポートの更新のため帰国した際のこと。手続きを進める中である事実を知った彼女はその場で凍りつきました。そんな、私は2番目の女ってこと？実はグルチェフラはこの前年、ロシアで知り合ったタジキスタン人のマムール・ジュラクロフという男性と結婚していました。パスポートの更新を通して彼女はマムールに自分以外にも妻がいることを知ったのです。イスラムの世界では一夫多妻制も珍しくはなく、マムールに別の妻がいても何ら不思議ではありません。それでもグルチェフラがショックを受けたのは、彼女が過去に2度の離婚を経験しているため。特に最初の夫との離婚の際、グルチェフラは精神のバランスを大きく崩し、幻聴が聞こえたり急に暴力を振るったりするようになり、病院にかかっていました。医師から下された診断は統合失調症。ただ最近は症状が落ち着いていたため、薬の服用もやめていたのです。その後グルチェフラはモスクワで2度目の結婚をします
ますが、この時も夫の浮気が原因で離婚。それから数年が経ち、現在の夫のマムールと3度目の結婚をするも、彼には自分以外にも妻がいることを知りました。グルチェフラのトラウマを思えば、イスラムの世界では当たり前のこととはいえ、その状況は病状を悪化させるのに十分だったのです。そしてもうお察しの通り、グルチェフラの病気についてアナスタシアちゃんの両親は何も知りませんでした。それだけではありません。アナスタシアちゃんの両親はグルチェフラについてもう一つ重要な事実を知りませんでした。実は彼女はロシアでは労働許可証を持っていない違法労働者だったのです。ちょっと労働許可証がないってどういうことよ。だってナニーさんとして推薦されてきてるわけでしょ、それ身分の確認もあった上でのことなんじゃないの？実はね、これね、ロシアでね、割とよくあることなんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、ロシアの何事情について。ロシアでは国からの育児手当が生後1年半までとされているため、産休から早期の職場復帰を望む人が多く、共働き家庭の割合が高くなっています。また3歳未満の子供を預けられる保育園があまり普及しておらず、ナニーを利用する家庭が多く存在するのです。しかしロシア人のナニーを雇うとなると、月給は 5.5 万ルーブル以上。これに比べて外国人労働者のナニーは日本円にして6万円から10万円ほどで雇えるため、経済的に余裕のない家庭で重宝されているのです。ただし外国人労働者のナニーは知人間の紹介や非公式な仲介業者を通じた闇雇用であることが大半。安価な代わりに資格や審査などが存在せず、蓋を開けてみれば違法労働者であるケースも珍しくないといいます。グルチェフラの夫マムールは2015年10月にタジキスタンへ帰国。その後もグルチェフラはネットを通じて夫と連絡を取り続けていました。彼女がネットにかじりついていたのはそのためだったのです。それが普通の夫婦間のやり取りであれば問題はなかったのかもしれませんが、実は夫のマムールは過激派思想の持ち主。統合失調症の再発で精神的に不安定な状態にあったグルチェフラは如実に彼の影響を受けてしまいました。しきりにシリアへ行きたいと話していたのもそのため、グルチェフラは以前の夫との間にできた息子に対してもシリアへ向かい、過激派組織イスラム国の兵士になるよう促していたといいます。そして迎えた2016年2月下旬、いつものように夫のマムールと連絡を取っていたグルチェフラは彼に向かって確かにこう言いました。ご主人様のアパートを燃やすわ。そして私自身も命を絶つわ。夫の影響で過激派の思想に染まったグルチェフラはシリアで軍事作戦を行っているロシアへの怒りを抑えきれなくなっていました。彼女のロシアへの復讐心はロシア人である雇用主へと向けられることになったのです。これはさ、違法な外国人労働者が紹介されてるこのシステムの問題よね。もともと精神的問題がある人紹介されるってなったら雇う側はたまったもんじゃないわよ。審査やね、ライセンス制の導入が必要だという声はね、結構上がってるんですよ。ただね、未だに整備は行き届いていないんです。この後グルチェフラは犯行に及ぶんですが、彼女のあまりにも異様な振る舞いに一時は警察すらも手が出せない状況だったといいます。悲しみの中で2016年2月29日の朝、グルチェフラはいつものように雇い主の一家がそれぞれ仕事や学校に出かけていくのを見送っていました。それじゃあ今日もよろしく頼むわね。お任せください。いってらっしゃいませ。このところグルチェフラの様子がおかしいことが気になっていたものの、それは単に彼女が疲れているだけだと思っていたアナスタシアちゃんの両親。3年間献身的に娘のお世話をしてくれていたグルチェフラがその娘に対して妙な気を起こすなどとは彼らは思いもしていなかったのです。そして家族が出払った後、その家でアナスタシアちゃんと二人きりになったグルチェフラ。彼女はアナスタシアちゃんが寝息を立て始めたのを見ると、その首を思い切り締め上げました。一切の抵抗もできないままその命を奪われてしまったアナスタシアちゃん。その小さな体を見下ろすグルチェフラの手にはキッチンから持ち出した大きなナイフが。そして2016年2月29日の午前10時、グルチェフラは地下鉄オクチャブリスコイポーレ駅の出入り口付近で祈りを捧げていた。すいません、少しお話よろしいでしょうか。身分証をご提示いただきたい。警察に声をかけられ向き直ったグルチェフラは自分の足元に置かれていたバッグを手繰り寄せると、ごそごそとその中を探り始めた。次の瞬間、彼女が取り出したのはアナスタシアちゃんの生首だった。わ
私はテロリストだ。ここで自爆する。突如として目の前に掲げられた子供の首とグルチェフラのその発言に身の危険を感じた警察はすぐにその場から距離を取った。近くを歩いてる市民をすぐに避難させろ。爆弾を持ってる可能性がある。アナスタシアちゃんを殺害したグルチェフラはあの後アパートへ火を放ち、切断した頭をバッグに詰めて地下鉄の駅へと向かいました。そこでひざまずき祈りを捧げていた彼女に警察が職務質問をしたところ、グルチェフラはアナスタシアちゃんの首を掲げ爆弾の所持を匂わせる発言をしたのです。地下鉄駅の周辺は一時封鎖される騒ぎになりましたが、約40分後警察がグルチェフラに飛びかかりその身柄を確保。その後警察は雇い主のエカテリーナさんへ連絡しましたが、彼女は事情を聞くとその場で失神してしまったといいます。ちょっと壮絶すぎるわよ。こんなのさ、仮に爆弾持ってなかったとしても近づけないわよ、これは。いやもう信頼してた両親の気持ち考えるとすっごい胸痛いわよ、これ。グルチェフラはね、もう精神的におかしくなっちゃってるわけで、亡くなったアナスタシアちゃんの両親が、いくらね、嘆き、悲しんでもね、それがこう、グルチェフラに伝わらないと思うとね、本当にやりきれないです。逮捕後、グルチェフラはアナスタシアちゃんを殺害した動機についてアッラーが命令したなどと供述。ロシアがシリアで行っている軍事作戦への復讐であることを声高に主張しました。その振る舞いから警察はテロ組織との関与も含め慎重に捜査を進めましたが、最終的には統合失調症による妄想だと結論。未成年者殺害、放火、虚偽の爆破予告など複数の罪でグルチェフラを起訴しました。しかし彼女の精神状態もあり、裁判所は刑事罰を免除する判断を下しました。こうしてグルチェフラは専門の医療施設で無期限の強制収容措置となったのです。遺族やアパートに対する賠償金も当初は650万ルーブル、日本円換算で1200万円ほどの額が予定されていましたが、全て棄却に。大切な娘を失った遺族としてはどうにも納得しがたい結果となってしまいました。また捜査の過程でグルチェフラが夫のマムールから過激派思想の影響を受けていたと分かり、彼もまた母国のタジキスタンで逮捕されています。事件後、アナスタシアちゃんの母エカテリーナさんは信頼していたグルチェフラに裏切られたトラウマに必死に抗い、残された長男の養育に専念。2018年には髄膜炎を原因に夫を亡くす悲しみを経験しながらも長男を立派に育て上げ医科大学へ送り出しました。エカテリーナさんも新しい伴侶を見つけ、現在はようやく前向きな人生を送ろうとしているのです。アナスタシアちゃんの死はナニーを雇用する際に精神状態の厳正なチェックや徹底した審査が必要だという世論を巻き起こしました。これはナニーが普及していない日本でも人事ではなく、例えば保育士などが子供に手を挙げるケースもあります。育児をしていれば子供を第三者に預ける場面を避けては通れません。もしあなたが子供を誰かに預ける場面があったとして、子供を守るために何が大切だと思いますか？もし知らないうちに我が子の肉を食べさせられていたと知ったら、あなたはその衝撃に耐えられますか？2006年、中国河北省老坊市梨園村。この村に住む男バイリーちゃんはある日、大きな鍋を抱えて姑の家を訪れました。男は鍋を差し出しながら、妻が角煮を作ったのでお裾分けに来たと言います。長い間節約生活をしてきた姑、ありがたくその鍋を受け取り、バイが帰った後で久しぶりの肉料理に舌包みを打ちました。しかし数時間後、お母さん、先ほどの肉の味はどうでしたか？美味しかったよと素直に答え、感謝の言葉を述べた姑。しかしその肉が食べたことのない不思議な風味だったことを思い出し、何の肉だったのかを尋ねます。するとバイはいかにも楽しそうな声でこう答えたのです。あれはあなたの娘の肉ですよ。自分の妻の肉を煮込み姑に食べさせた男を強行に駆り立てた決定的な出来事とは、彼の理性を破壊したもの、それは負け犬と蔑む彼の妻の視線だったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。